聞こえるよ会えることより会いたい気持ちそれが大事ゴザヒュゴザヒュ伝えたい胸の鼓動と抱きれない想い伝えきれない何が大切で守りたいかを Fly away約束の大地地図にない道も見つかるよマイラコンパ、こんにちは。会計士受験生のずんだもんなのだ。こんにちは、友達のメタンです。あれ、ずんだもんくん、今日はパニョってないのね。何のことかわかんないのだ。お勉強に集中するから一人にしてくれって言ってたのに、お勉強するどころかいつの間にかパニョラとかいう VTuber になってたでしょ。それは誤解なのだ。あれは僕の妹なのだ。はあ、ずんだもんくんに妹なんていないでしょ。私見たことないわよ。そんなことないのだ。説明させてほしいのだ。前回僕の妹のパニョラの VTuber デビュー配信の最後にこんなことがあったのだ。ポチッとな。おい、ずんだもんくん、お勉強頑張ってる？釣り場のずんだ餅買ってきたわよ。試験まであとひと踏ん張り、頑張りましょう。いやで。はあ、勝手に入るわよ。はあ、違うのだ。まさかずんだもんくん、お勉強せずに VTuber になってないでしょうね。これなんだけど、突然メタンが来た時にパニョラが人見知りで恥ずかしがって逃げちゃったから、その瞬間だけ僕が呼ばれて無理やり配信 PC の前に座らされて対応を押し付けられたのに過ぎないのだ。そんなわけでメタンが来た時部屋に僕がいたのは全くの偶然なのだ。ということは、妹はパニョラは実在する。そういうことなのだ。ママへは。でもずんだもんくん、今動画出してる場合じゃないんじゃないかしら。お勉強しないとやばいんじゃない？ 8 月に試験でしょ。そうなのだ。今日は緊急で動画を撮ってるのだ。何か大事なことがあったの？なんとパニョラの配信の後、登録者さんがドカンと減ったのだ。あらら。パニョラがデビューした後、僕がいなくなるんじゃないかって心配する声もあって、勘違いで心配しちゃったリスナーさんたちもいたかもしれないのだ。そこで僕が軽く会計動画を出してリスナーさんたちに安心してもらいたいのだ。なるほど、誤解が解けるといいわね。でも嬉しいことにパニョラの配信をきっかけに新規リスナーさんもたくさんこのチャンネルを見てくれたのだ。詳しくは妹のパニョラがデビュー配信の振り返り配信やるみたいだから、そこで数字を使って説明するみたいなのだ。ふむふむ。てなわけで今回は新しく来てくれた新規リスナーさんにも分かりやすいように、あんまり複雑でない NPO さんの会計書類を通じて会計のお勉強をしていきたいのだ。おじさんが今裁判してたり注目してる団体さんの会計書類はちょっと経緯とかが複雑だからね。そうなのだ。てなわけで今回はこれまで何回か取り上げたとある NPO さんを見てみるんだけど、犯人探ししたいわけじゃないから特定とかは控えてねなのだ。ちなみに以前紹介したノートに書いてあるんだけど、
会計書類にパッと見てわかる不一致がある NPO さんは相当な数でいそうなのだ。たくさん不一致があるならそれはそれで問題な気がするけど。まあ今回はリスク管理のために念のため今回の動画はコメント欄をオフにするけど、別途オープニング曲のフルバージョンをアップ予定だから、音楽やオープニングに関する感想コメントとかはそちらでお願いしますなのだ。ホロライブ名物のスパチャ3点方式かしら。違うのだ。てなわけで、とある NPO さんの最新会計書類を見ていきたいのだ。確か小規模な NPO さんだから論点も分かりやすいかもね。最新っていうと2023年度のものかしら。2023年度のはなんかまだ出てないみたいで、2022年度のものをやっていくのだ。2023年度のやつは多分もうすぐ出てくるかもしれないのだ。ママへは実際の会計書類を見る前に基本的な考え方をちょっとおさらいしてみようなのだ。はいはい。こんな感じで主要な会計書類には損益計算書と貸借対照表があるんだけど、損益計算書は NPO 法人では活動計算書って言われたりもするわね。そうなのだ。そんで損益計算書っていうのは企業の1年間の成績表を表すのだ。もう一つの貸借対照表ってのはその1年が終了した時点での企業の財政状態を表すのだ。両方とも左と右の2部構成になってるのね。そうなのだ。左のことを借方、右のことを貸方って言ったりするんだけど、特に名前に意味ないから単純に左と右って考えとけばいいかもしれないのだ。オッケーよ。そんで損益計算書ってのは稼いだ収益からかかった費用を差し引くと利益が計算されますよって書類なのだ。この利益ってのが企業の1年間の成績ってことね。そうなのだ。そんで貸借対照表はプラスの財産である資産からマイナスの財産である負債を差し引くと差し引きした純額の財産が計算されますよって書類なのだ。基本は純資産って呼んだり NPO 法人さんだと賞味財産って言われたりするのよね。そうなのだ。この資産引く負債イコール資本っていう投資式を専門用語で資本投資期って言ったりするのだ。まあ会計の試験受けない人は覚えなくていいわね。そんで貸借対照表にはもう一つの見方があって、銀行とかから調達した資金と投資家から集めたお金や自分で稼いだ利益をどのように使っているか、つまりどんな資産に分けているかを示すのだ。この資産イコール負債プラス資本っていう投資期を専門用語で貸借対照表投資期っていうのだ。いずれにしても貸借対照表の左と右は等しくなるのだ。なんとか投資期っていうくらいだから等しくないとおかしいわね。そうなのだ。そんでもって損益計算書と貸借対照表の基本的な関係を表すと、例えば10円の売り上げがあってそれを全部現金で受け取ったとすると、この取引は左に現金10、右に収益10っていう感じで記録するのだ。こんな感じで左と右に両方記録していく方式のことを複式簿記っていうのだ。個々の記録は仕分けって呼ばれるのだ。ふむふむ。そんでこの仕分けがどういう風に2つの会計書類に影響するか見ていくと、左の現金10は貸借対照表の資産に計上されて、右の収益10は損益計算書の収益に計上されるのだ。あ、稼いだ収益からかかった費用を差し引くと利益になるから、この取引があった場合利益も10増えるってことね。その通りなのだ。そんで企業が自分で稼いだ利益は貸借対照表の資本に追加されていくのだ。これで貸借対照表の左側と右側が等しくなるわね。美しいのだ。じゃあこれまでの動画で見てきたとある NPO さんの貸借対照表を見てみると、平成29年度のやつは左側の資産合計と右側の負債基本合計が一致してなかったり、平成30年度のやつも左と右が一致してなかったりしたのだ。確かそんなの見た気がするわ。それでは本題の最新の2022年度のやつを見てみようなのだ。左の資産合計が45万5123円で、右の負債賞味財産合計が45万5123円だから左右が等しくなってるのだ。いい感じね。
さらに貸借対照表の右側に注目して見てみると、負債0円と賞味財産102万5123円との合計が45万5123円になってるから、なんと計算が合ってないのだ。なんですって？にょわーはっぱ、どうだ恐れ入ったか、メタン。それでこれはなんで計算が合わないのかしら。にょー。はいわかんないので私が検証してみましょう。この算式の誤差は57万円で、この NPO さんの損益計算書の方にヒントはないかしら。ちょっと細かくて見にくいから要約してこんな感じにするわね。経常収益の中の受取会費がちょうど57万円で、もしこの受取会費収益がゼロだったと仮定すると、損益計算書で計算される時期繰越賞味財産額が45万5123円になるから、貸借対照表の賞味財産合計の数字を45万5123円に直すと計算が合うわね。ぐぐぐ。でも現金残高を見ると18万円くらいしかないから、ひょっとしたらこっちが間違ってるのかも。賞味財産額が102万5123円で正しいと仮定すると、貸借対照表の左側の現金資産のところに57万円をプラスすれば、資産合計が102万5123円になって、貸借対照表の左右が合うわね。どういうことかというと、本来は受取会費収益57万円を現金で受け取った時の仕分けはこんな感じになって、収益にプラス57万、資産にプラス57万されて、収益と費用の差額が利益になるから、利益も57万プラスされて、その利益57万が資本に追加されるのよね。でも、もし現金ゼロ、収益57万っていう仕分けをしちゃってたとしたら、収益プラス57万、収益から費用を差し引いた利益がプラス57万、その利益が貸借対照表の資本に追加されて、貸借対照表の左右が合わなくなるわね。つまりこういうことなんじゃないかしら。ぐぐぐぐぐ。今まさにそう指摘しようと思っていたのだ。いいところを横取り40万するのはやめるのだ、メタン。別に横取りするつもりはないわよ。気を取り直して本日の教育的価値をまとめにかかるのだ。1、あらゆる取引は左と右がセットで記録されるのだ。2、だから必然的に貸借対照表の左と右は等しくなるのだ。数字が合うと気持ちいいわよね。3、妹のパニョラは実在するのだ。次回配信をお楽しみになのだ。私も配信に同席して手伝ってあげようか。パニョラは恥ずかしがり屋さんだから一人がいいと思うのだ。はいてなわけでいかがでしたか？当チャンネルではこれからもいろんなテーマで会計を学んでいきたいのだ。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ登録をお願いしますなのだ。